こんにちは。仕事に役立つ文房具の店、天の仕事道具店の店長天です。今日はこんなノックタイプのペンがあったのか便利すぎると驚いたペンを3つ紹介していきます。いきなりではありますが、私はノックタイプのペンが本当に大好きです。なぜかというと、キャップタイプはキャップの開け閉め時に手をうっかり汚してしまったりとか、あとは作業や他のことに気を取られ、いつの間にかキャップがなくなってしまうことが多いから。でもノックタイプであれば手を汚す心配は減りますし、キャップをなくす心配はそもそもなくなりますよね。でも油性ペンや水性ペンはペン先が乾きやすいっていうのもあってノックタイプが少ないのが現状だと思います。そんな中、このアイテムにもノックタイプがあったんだと見つけて嬉しく思ったアイテムを紹介していこうと思ってます。ちなみに持ち歩きや立ち仕事中、電話対応中なので片手が塞がっていると、キャップ付きタイプだと使い始めるのに時間がかかったり、キャップを落としてしまうっていうこともまああるので、私は日常的にもキャップとノックが選べるんであればノックタイプを愛用することが多いです。まず一つ目は蛍光ペン。蛍光ペンのノックタイプってあんまり見かけないですよね。ゼブラからクリックブライト 2mm、 なんと1本132円、安いですね。こちらはノックタイプの蛍光ペンで、キャップがなくても乾かないモイストキープインクが採用されていて、メーカーサイトに書いてある感じだと空気中の水分を取り込む感じになってます。使用時以外はペン先を収納する必要がありますが、キャップなしで使える嬉しいアイテムです。私は最近は熊本の常設ポップアップ店の在庫整理することが多くて、手元に紙の資料がある時とか、あと片手でバインダーや商品を持ちつつ、もう片方の手だけで簡単に蛍光ペンの芯を出し入れできて、めっちゃ重宝してます。他にも本読んでて気になるところに線を引く時とかもさっと使えてとっても便利ですよ。そしてノック以外の特徴としては、この細いペン先、通常の蛍光ペン3から 4mm 幅ありますが、このクリックブライトは 2mm というハーフラインチップが搭載されています。メーカーさんの開発意図としては、学生の資料や参考書などはやっぱ文字が細かくて、従来の3から 4mm だと上段下段にもはみ出してしまうことがあって、綺麗に塗れないっていうのを克服するために作られたようです。大人でも先ほどの使用シーンにもあった本の一文ハイライトするときとか、あとは細かい文字のハイライトにも役立ちます。蛍光ペンのカラーは6色あり、紫、ライトブルー、緑、黄色、オレンジ、ピンクです。色味は上4色が比較的柔らかめ、黒い文字が浮き上がっているように綺麗にハイライトできます。で、下2つオレンジとピンクはしっかりめの色なので、ライン自体が目立つような印象があります。次は紙だけではなくビニールやプラスチックにもかけて、また書くものの色にも負けない発色で便利な油性ペンです。ゼブラからマッキーノック、太字が220円、細字は165円です。先ほどに続いてゼブラが出しています。もうマッキーのノックタイプなんて聞いただけでめっちゃ便利じゃんと思う方も多いんではないでしょうか。私はこの存在はちょっと前から知っていたんですが、当店の倉庫でスタッフさんが実際に使ってるのを見てやっぱ便利そうだなと思って購入しました。ノックタイプは片方からしかペン先が出ないので、太さごとにペンを変えないといけないんですけども、それを加味してもノックタイプはもう日常的に大助かりですよね。段ボールやビニール袋、金属やプラスチックのものにささっとメモを書いたりとか、あとは大きく目立たせたい伝言、ポップ、トゥードゥ、ルールとかを紙に書くときなど、机があったりなかったりとか、とっても急いでいたりと、いろんなシーンでこのノックタイプっていうのは便利。ちなみにこのマッキーノックは中に弁がついていて、ペン先を収納しているときは弁が閉まっているので、乾燥を防げるようになっています。1個目の蛍光ペンの時は弁などはついていなかったので、ただただ単純にノック式にするっていう場合にも、ペンの特徴に合わせて最適になるようにゼブラさんが工夫をされてるんだなと思いました。仕事に役立つ文房具の本が発売されました。全国書店 Amazon にてご購入いただけます。ぜひチェックしてみてね。最後は水性ペン。うっかり1時間とかキャップを開けっぱなしにしてダメにしちゃった経験ありませんか？
紹介するのはもうねおなじみのゼブラからです。クリッカート1本110円となっています。こちらは発売開始当初に結構話題になったアイテムなので、見たことあるとかね、使ったことある人が多いのかもしれません。で、ペン先は1本目で紹介した蛍光ペンと同様にゼブラ独自開発の空気中の水分を吸収するモイストキープインクっていうのが使われています。線の太さは 0.6 ミリで文字を書いたりとかイラストのね縁取りをすることもできるし、あとは塗りつぶして色を塗るっていうこともできる絶妙な太さで、イラストやメッセージカード、手帳デコに活躍します。1本ね110円というお手頃価格なので、気になるカラーを集めることもできますよね。では使用感をチェック。まずはキャップ付きのカラーペンで描いている様子からお届けしていこうと思います。すぐにねインクが乾いてしまったり開けっぱなしで置いておくと周りをね汚しかねないので、都度ねキャップの開け閉めの手間がかかっていることがわかります。背景動画ねちょっと長いのでまたね近況報告雑談挟みます。こちらの動画で海外移住に向けて家探ししたり YouTube を続けるために文房具の配送方法を検討したりしていますと報告しました。その続きでなんとね無事に家が決まりました。まさかねオランダに行く前に家が決まるとは本当に思ってもいなかったので、幸先いいなと思いつつ、いやなんか詐欺なんじゃないかなってねちょっと疑う気持ちもあります。一応ね先方から送られてきたオランダ語の賃貸契約書をチャット GPT にね渡して、これ詐欺じゃないかなみたいなね確認したりとか、仲介サイトにも怪しくないよねとね確認してもらったりして、まあ大丈夫そうだということで契約交わしました。またね YouTube に使う文房具はオランダではやっぱ手に入りにくいので日本から定期的に送る予定で、こちらもねいろんな資料を取り寄せたりとかして検討した結果、結局日本郵便の国際小包で送ることにしました。そして今準備しているのは不用品の売却です。電化製品類ね持って行っても使えないので、パソコン、スマホ、カメラ以外はほぼ処分することに、少しでもね軍資金の足しになればと思って日用品類をねメルカリに出したりとか、あとフリマに出店したりして頑張って売りさばいております。どんどんね身軽になっていくとなんかね気持ちも明るくなるし、フットワークも軽くなる気がして、ちょっと癖になりそう。ミニマリストにはならないんですけど癖になりそうです。そんなこんなでねキャップ付きのカラーペンで描くとキャップの付け外しがあり手間がかかる様子が伝わったかなと思います。はい。では次にですねノックの芯出しができるクリックアートの利用芯もお届けしていきます。こちらは背景にしながら、ちょうど紙で書いている内容についてちょっと告知させてください。先日もね、お知らせしましたが、オランダに引っ越す前に関西でね、ポップアップできていないのが、ちょっと心残りでありました。でもちょうどいいねイベントもなくて、ちょっと出店難しいかなと思っていたんですが、今回できなかったら次はいつできるかわからないので、もう大赤字覚悟でレンタルスペースを借りまして、当店単体で兵庫県神戸市と京都府京都市でポップアップを行うことにしました。今のところね京都は行きますというコメントをいただいていて、来客ゼロはね免れそうで本当に安心してます。ありがとうございます。兵庫の方がちょっと無反応で今怯え震えています。はい。いつもはイベント出店でオリジナルの文房具しか、イベントのね、規約上持っていけないっていうことが多いんですけど、今回は単独ということで、当店のね、人気のメーカーさんの文房具も持っていくし、先日短時間で売り切れてしまったプロジェクト管理ノートの中閉じ製本バージョンもね、ちょっと限定で持っていく予定です。概要欄にポップアップのね詳細のリンクを置いておきますので、ぜひねチェックして遊びに来てください。はい、ということでクリックアートの使用感は伝わりましたでしょうか。キャップがねないし、本体にある突起パーツのおかげでペンがねどっか転がってもいかず、同時にいろいろなカラーを使いやすい水性ペンでした。最後までご覧いただきありがとうございます。今回紹介したものは当店でも取り扱いがありますので、ぜひぜひねオンラインショップの方もチェックしてみてください。またね。